おっす、通じです。今日なんですけども、僕ね、あんまりね、過去のこととか覚えてないんですよ。覚えてないっていうのは、なんか小中高大、社会人になってからもそうなんですけど、正直あんまりその記憶がないんですよね。記憶がないっていうのは、なんか、みんな結構詳細に覚えてる人っているじゃないですか。なんですけど、僕ってあんまり過去のことを思い出すってことをしないんで、覚えてないことが多いんですよ。で、覚えてないことが多い、そんな僕なのに、これは覚えてるな、みたいなことがあるんで、その話をね、いくつかさせてほしいなと思います。でね、まず1個目なんですけども、僕ね、高校の時野球部だったんですよ。で、その野球部の顧問の先生が、僕らが1年の時、高校1年の時の国語の先生やったんですよ。で、むちゃくちゃその当時、苦手な先生やったんで、もう嫌やなって感じやったんですけど、結構ね、その先生ね、授業でもまあまあ厳しかったんですね。で、授業ではなぜか野球部にはちょっと優しかったりとかする、なんか変な感じだったんです。部活の時はむちゃくちゃふてこいのに、なんか授業ではちょっとだけ野球部には優遇してるみたいな感じとかがあって、で、他のやつにはむっちゃ厳しかったんですよ。で、その時に、高校の時ってなんか早弁とか内職とかしがちじゃないですか。要は授業中に他の漫画を読んだりとか、なんかゲームしたりとか、携帯したりとか、その当時はガラケーだったら携帯って言ってますけど、携帯したりとか、あとは弁当食ったりとか、してたわけなんですよ。で、僕はしてないですけど、その顧問の先生の授業の時は。で、その時はね、なんか、ある吹奏楽部の友達がね、小説を教科書に挟んで読んでたんですよ。で、その先生ってなんかそんなにおもろいこと言うタイプじゃないし、で、おもろいこと言ったとしても、おもろい感じには絶対にならないんですよ。で、おもろい感じにはならないんですけど、なんて言ったらいいんですかね、僕らも笑いをこらえるのが限界になって、ちょっとふふってなってもうたみたいな話なんですけど、ある吹奏楽部のね、友達が、小説を読んでたんですね。で、その小説を読んでて、それがなんかその先生にね、バレてもうたんですよ、どっかのタイミングで。俺なんやって言われて。で、その本を取り上げられたんですね。で、その本を取り上げられた小説やったんですけど、その本のタイトルが、一瞬の風になれっていう本やったんですよ。で、僕が一瞬の風になれっていう本をっていうことが、その先生が取り上げた時に見えて、それでちょっともうその時点でちょっと笑ってもうたんですよ。なんやねんそのタイトルって思って、一瞬の風になれっていう本なんやねんって思ってちょっとおもろかったんですけど、で、その一瞬の風になれっていう本やって、で、みんなもなんかちょっとピリついた空気やのに僕だけちょっと笑ってるというか、ふふってなってもうたみたいな状態やったんですけど、その状態やって、で、先生は取り上げた側やから、どういうタイトルかわからんかったんやと思うんですよ。で、どういうタイトルかわからんくて、で、その先生もあんまり好かれてないのも分かってたり、なんか空気感的に、ちょっとピリッとした空気やっていうのも分かってたんで、どう怒ったらいいんか、もう分からんかったんかもしれないんですけど、一瞬の風になれって書いてある、その本のタイトルを見たときに、一瞬の風になれって書いてあったから、いや、お前が風になれって言ったんですよ。いや、どういう怒り方なんて思って、いや、わかるけど、いや、なんか怒り方わからんなって思うたんか、なんか一瞬の風になれから、なんかインスピレーション受けてもうたんか知らないんですけど、お前が風になれって言って怒ったんですよ。で、その時に他の生徒の人たちはちょっとピリッとした空気になってたんで、一瞬の風になれっていうタイトルとかっていうのも知らないんですけど、僕はそのちょっと後ろで見てたんで、一瞬の風になれっていう本自体おもろいし、それを読んでて、それを取り上げられた時に、その本のタイトルをみんなに言わずに、お前が風になれって言ったんですよね、その先生は。つまりみんなは、お前が怒られていきなりお前が風になれって言われたやつみたいな。お前が風になれって言った先生みたいになったんですよ。で、僕はその状況についにちょっと声を出して笑ってもうたっていう、そっからむちゃくちゃ僕に対する風当たりが強くなったんですけど、で、笑ってもうたっていう話なんですけど、あの状況で笑いこらえることってもうできひんやろと思って、僕がそこから風当たり強くなったとは言いましたよ。もともと僕への風当たり強かったんで、別にあんまり影響はなかったんですけど、そんなことがあったなと。でも懐かしいなって、ちょっとこの間ね、思い出したっていう話なんですけど、そもそもね、一瞬の風になれっていう本やから、お前が風になれっていうメッセージを込めた本なんで、
はっていう何言っとんこいつって思ってでもその国語の先生やのに何やねんって思ったっていう話なんですけど、そんな思い出がありましたっていうことですね。次ね、そのランクダウンあるんっていうか、それはなしじゃないみたいな話なんですけど、僕んちそんなむちゃくちゃ裕福な方ではなかったんですよ。なんで結構その親子丼とかウインナー丼みたいな、その親子丼ってその玉ねぎと鶏肉と卵でなんかあとはめんつゆで味付けしたみたいな感じでできると思うんですけど、もうちょっと複雑な使い方してたかもしれないですけど、そういうのでできるんで、あんまりコストもかからないというようなことで、結構親子丼が多かった。2週間に1回とか1週間に1回ぐらい親子丼やったイメージあるんですけど、また親子丼かみたいな子供ながら思ってたんですね。多分小学校ぐらいやったかな。小学校やったんで、もうなんでやねんって、なんでなんの話なんですけど、これもね、ちょっと思い出の話とは言いつつも、あんまり裕福な方ではなかったんで、また親子丼かって思ってたんですよ。で、親子丼も鶏肉入ってて、で、鶏肉も胸肉の時ともも肉の時があって、その時は胸肉やったんですよ。硬いなとか思いながら食ってて、でも別に文句を言ったらちょっと、親とも気まずい感じになるんで、もう黙って食ってて、普通に会話とかしながら美味しいなって食べてたんですよ。で、次の日の晩ご飯やった時に、卵丼になってたんですよ。わかりますかね？前日が親子丼、要は鶏肉ありやったのに、翌日が鶏肉なしの玉ねぎと卵の卵丼になってたんですよ。いや、そのランクダウンはなしやろって、小学生ながらに思ったっていうのはお話なんですけど、こんなね、しょうもない思い出がね、何個かあって、次が最後ぐらいにしますが、最後ね、僕のことを忘れてしまった小学校6年生の時の担任の先生の話なんですけど、20歳の時にね、成人式の時になんかその人に会ったんですけど、僕のことだけ忘れてて、僕の友達のグループのやつのことは覚えてたんですけど、僕のことだけ忘れてたみたいな悲劇の先生の話なんですけど、僕はその先生のことよく覚えてて、なんかラッキーフライデーみたいなルールがあったんですね。で、その時小学生はなんかシャーペンは NG で、鉛筆だけしかダメだみたいな時代やったんですよ。なんで、鉛筆を削り忘れたらノートとかが書きづらいみたいな状態やったんですね。でも、ラッキーフライデーっていう宣言をしたら、その先生の授業の時は、金曜日に1回だけ、1人1回だけ使えるんですけど、鉛筆を削れるっていう権利を与えてくれるような先生やったんですよ。で、そのラッキーフライデーっていう仕組みとか作ってる先生で結構おもろいなと思ってたんですけど、その先生の話で、いやー、知ったかって良くないなーっていう話なんですけど、僕もね、その当時ね、あんまり詳しくはなかったですけど、ドラゴンボールとかっていうのもみんな知ってることがもって、で、ドラゴンボールの話題になってたんですね。ドラゴンボールの話題に、小学生の間でなってて、で、その担任の先生が、なんか、そのドラゴンボールの話題を振られたんですよ、僕の友達に。で、ドラゴンボールのカメハメハってどうやって打つんか知ってますかみたいなことを小学生の、ガキどもが先生に言ったんですね。そしたら、こうするんやろって言って。わかりますこうするんやろって言ったんですよ、その先生。いや、なんやねん、それと思って。なんかその時こういう手遊びとか流行ってたのわかるんですけど、カメハメハってこうするんやろって言ったんですよ。練るって言ったんですよ。手で練って出すんや、みたいな。先生が言い出していや、これ何言っとんねんと思って。いや、カメハメハっていうのは、現実の世界で、中国武術とかで気っていうのを、体の気っていうのを溜めて、腕から放出するみたいな技なんですけど、カメハメハっていうのはね。それは練って出すんや、みたいなことを言い出したときに、いやー、いくら小学生相手でも知ったかっていうのは良くないなって思ったっていうような思い出のお話でございます。こんなところでね、今日の思い出の話終わろうかなと思います。他にもね、なんかね、話したいことあれば話していこうと思いますし、こういう話聞きたいよとかご相談がありますみたいなことがあればね、言ってもらえれば話題にしていくんでよかったらよろしくお願いいたします。じゃあね。